お前みたいなのはな、寄生虫って言うんだよ。これからは私たちが同居するんだから、出て行ってちょうだい。寄生虫。極つぶし。醜い顔で私を罵倒してくる兄夫婦と母。もういい。私だって聖人君子じゃないんだ。こんな奴らに優しくする必要なんてない。私を存在に扱ったことを後悔するがいい。そして私は兄夫婦と母を地獄に落とすことにしたのだった。私の名前はのぞみ、37歳の会社員だ。私は母と二人暮らしをしている。3年前に父が癌で亡くなった時に、母をよろしく頼むと言われ、私は実家に戻ったのだった。なんだかんだで3年も一緒に過ごしているが、私は父との約束による責任感だけで、なんとか母と一緒にいるようなものだ。というのも、母は私に対して全く感謝をしてくれない。それどころか、当たり前のようにあれこれと好き勝手に要求してくる。今からお友達とランチに行ってくるから、お金をちょうだい。今度、さんの誕生日プレゼントを買うからお金をくれ。この掃除機は古いから新しいのを買って。何でもかんでも私にたかってきて、本当に困っている。それなら断ればいいじゃないかと言われるかもしれないが、断ると母は鬼の形相で怒る。そうやってヒステリックになった時の母は、本当にめんどくさい。手がつけられないほど怒るので、こちらが折れない限り心身ともに疲れてしまう。そのため、私は母の言うことは基本的に全て聞くことにした。お金もいちいち渡すのは面倒なので、家族カードを作りそれを使ってもらうことにした。母が使うカードの引き落とし口座は、私がメインで使っている口座とは別の口座にしておいた。だから、その口座にまとまったお金を入れておけばいいという感じだ。私はこの年齢で未だ独身の会社員なだけあって、給料はかなり良かった。加えて早い頃から株などの投資をしていたので、貯金などの資産もかなりある。まあこれを母に言ってしまったら、もっとたかられると思うので絶対に言わないが。だから、とりあえず母が散財をしても問題はなかった。母は好き勝手にお金を使うので、私はできる限り節制した。私まで湯水のようにお金を使ったら、いくらお金を持っていても枯渇してしまうからだ。そのため、毎月の支出は母と私を合わせて40万ほどかかっていたのだが、これはほとんど母が使っているようなものだった。そんな無駄なことを続けてもったいないと思われるかもしれないが、そんな簡単に切り捨てられるほど私は強い人間じゃない。どうしても家族を大事にしなければいけないといった、偽善なのか弱さなのかわからない複雑な感情が邪魔をする。まあ、一番はやはり父との約束というのが大きいと思う。私は父のことをとても尊敬していた。勤勉で優しくて、まっすぐな父の姿は私の憧れだった。早い頃から投資を始めていたのも、父の教えからだった。早ければ早いほどいいと言われていたので、私は学生の頃から貯金を貯めて社会人になっても貯金を続けて、ある程度の資金が貯まった段階で投資を始めたのだ。その間もお金の勉強をして、いろいろと知識を蓄えていっていた。そのおかげで、最初からほとんどつまずくことなく投資を進めることができた。また仕事への取り組み方も父を参考にした。悩んでいることがあれば、いつも父に相談をしたものだ。社会人になりたての頃は、私はよく父と仕事後に飲みに行っていたと思う。家だと母がいて余計なことを言ってきたり、仕事の話に入れないことで機嫌が悪くなる母を見るのが嫌なので、父と外で会ってゆっくり相談をしていた。父のアドバイスのおかげで、私は仕事でもどんどん結果を出せるようになり、仕事がどんどん好きになっていった。まあその結果、仕事人間になって未だ独身なわけですが、それからしばらくはそういう生活を送っていた。母の浪費には困っていたが、下手に注意して刺激するよりも自由にさせていた方が私も自分のことに集中することができた。
母は私が働いているのにもかかわらず、家事さえも私に押し付けてくる。だから私は仕事をしながら、毎日家事を頑張った。それも慣れたら意外と流れ作業でできるようで、自炊の能力もかなり上がったと思う。意図せずに花嫁修行をしていたという感じだ。誰か私をもらってくれた時に披露できたら嬉しいな。とまあ、そんな不確定な未来の話は置いておいて、私はそうやって母に縛られる生活をしていた。自分でもいつかは、こういう生活から抜け出さないといけないとは思っていた。そんな中、さらに私を悩ませることが増えた。それは兄夫婦の存在だ。私の2歳上の兄である正人と、私と同い年の兄嫁のゆかが、最近やたらと実家に出入りするようになったのだ。別に家族なので、本来ならば実家に兄夫婦が来ることは構わない。だが、兄と私はもともと仲があまり良くなかった。兄と私は対照的な性格で、よく衝突をしていた。父に似た私は堅実な性格だったのだが、兄は堅実とは程遠く、給料は全部使って何でも買ってしまうようなタイプだった。子供の頃も小遣いはもらった瞬間に全て使ってしまい、計画性がなく今が楽しければいいという感じだ。そして兄のずるいところは、母を味方につけているところだ。兄は甘え上手で、お小遣いがなくなると母におねだりをする。母さん、俺欲しいものがあるんだよ。母さんが買ってくれたら嬉しいな。母さんの家事手伝うからさ。いつも俺たちのために一生懸命働いてくれてありがとう。兄はそうやって母を褒めて持ち上げていて、母はそんな兄に乗せられて何でも買い与えていた。また兄はスポーツが得意で、部活でも活躍をしていた。サッカーをしていたのだが、選抜に選ばれたりするほど上手かったらしい。そういう目立つ活躍は話題にされやすく、ご近所さんから褒められることも多かった。そのため母からすると兄は自慢の息子で、一緒にいるだけで自分も褒められているような気になるようだ。そんな自慢の息子からよいしょされたら、ついつい甘やかしてしまうだろう。そして私は勉強はできたが、他に秀でたものはなかった。だから目に見えて、わかりやすい褒めどころというのがなかったのだ。見た目も普通だったし、むしろご近所さんからしたら、正人くんの妹という認識が強いと思う。そんなわけで、母は兄をとても可愛がり、私のことは正直どうでもいいと思っている様子だった。私が父とばかり仲良くしていたのも気に入らなかったのだと思う。また私と兄が仲良くなかったから、母は自然と兄の味方をしていたのだろう。父は兄と私を平等に扱おうとしていたが、母は兄ばかりを可愛がっていた。そのためますます兄は調子に乗り、私に対してもひどい態度を取るようになっていった。おい、邪魔だどけ。いや私、今テレビ見てるんだけど。これから俺が見てるアニメが始まるんだよ。だからソファを開けろ。ええ。だってお兄ちゃん、そのアニメ録画してるじゃない。リアルタイムでも見たいんだ。いいからどけろ。兄はそうやって自分のわがままを押し通そうとしてきた。そして母はそんな兄の味方なので、私と兄が喧嘩や言い合いをしていると必ず兄に加勢する。ちょっとのぞみ。早くマサトに譲りなさい。マサトが見たいテレビが始まっちゃうでしょ。でも、私だって見てる番組が。わがまま言わないの。いいから譲りなさい。あんたは部屋に戻ってな。そうやって私を怒鳴りつける母。私が立ち上がると、満足そうにドカッとソファに座る兄。母はそんな兄にお菓子とジュースを持って行っていた。私にはくれないのに、兄のことはそうやって特別扱いする。父がいない時の母は本当に兄を優遇して、私のことを存在に扱うのだった。そんな子供時代を過ごしていたので、大人になるにつれて兄とは一切関わらなくなっていった。そして、兄嫁であるゆかと初めて会った時のことも忘れていない。
あなたがのぞみさんね。マサトさんが言ってたように地味でダサいわね。兄嫁は両家の顔合わせという場所で私にそう言ってきた。さすがに彼女のご両親に怒られていたが、それでも兄と一緒にヘラヘラ笑っていて、私は一瞬にして彼女のことが嫌いになった。そして正月やお盆の集まりで顔を合わせた時も、何かと私を罵倒してきた。私と同い年なのにまだ結婚してないの。っていうか、彼氏もいたことない感じかな。そうやって私を嘲笑う兄嫁。兄もそんな兄嫁に便乗して私をバカにしてくる。こんな奴と付き合うなんて、男なら絶対無理だろ。何の取り柄もないクズなんだからな。兄夫婦は父がいないタイミングで私のことをそうやって罵倒してくる。母というと、もちろん兄の味方なので一緒になって笑うだけ。私をかばうことだってしない。だから私は実家で家族が集まるたびに嫌な思いをしていた。数年前から兄の転勤によって、兄夫婦は実家での集まりに来れなくなっていたから、しばらくは平和だった。しかし、つい最近その兄がまた転勤でこっちに戻ってきたようで、それからというもの、正月やお盆とか関係なしに帰省してくるようになったのだ。ほぼほぼ毎週末やってくるようになり、私はかなり迷惑に感じていた。もちろん数年経ったって、兄夫婦の私への態度は変わらない。むしろ嫌味の度合いは増している気がする。うわ、相変わらず地味な顔してんな。っていうかお前実家に住んでんの？出た。子供部屋おばさん。まさか身内がそんな状態とか引くわ。ほんと、恥ずかしいったらあれしないわ。私が母の生活を支えているとも知らずに、そんなことを言う兄夫婦。だが相手にしていたら、こちらの心が持たない。私は兄夫婦が来ている時はなるべく部屋にこもるようにして、関わらないようにしていた。兄夫婦も私とは基本的に一緒にいたいと思っていないので、気がつくと母と一緒に外食に行っている。その隙に私は自分の晩ご飯をちゃちゃっと作って食べて、食器も洗ってしまいまた部屋に戻る。そうすれば基本的に兄夫婦と絡むことはなくなるし、部屋で一人でいろいろと作業などをすることができる。しばらくはそうやって私はやり過ごしていた。しかし、日に日に兄夫婦が家にやってくる頻度が増えていった。そして母は兄夫婦に毎回ご飯をおごっている。高いお寿司に行ったり焼肉に行ったりするようで、クレカの支払い金額を見て驚愕することも増えた。しかも母は他にも高いプレゼントなどをしているようで、兄夫婦が身につけているブランド品は、ほとんど母が買ってあげているものだった。母が当たり前のようにおごって、兄夫婦が当たり前のようにもらっているという状況には、納得のいかないものがあった。そのため、私は一度母に注意をしたことがある。お母さん、何でもかんでもお兄ちゃんたちに買い与えすぎだよ。毎回の外食もそう。お兄ちゃんは働いているんだから、少しくらいお金を出してもらうようにしてよ。私がそう言うと、母は顔を真っ赤にして怒った。あんた、何偉そうに私に口を出してきてるのよ。私がマサトとユカさんのために、お金をどう使おうが私の勝手でしょ。この家に住まわせてあげているのに、文句言うなんてひどい娘ね。この恩知らずが。母はそうやって声を荒げた。住まわせてあげている。母の中ではそういう感覚だったようだ。私はそんな風に思われていたことに驚愕した。どれだけ私が母に尽くしてきたというのか。私が実家に住んでいる理由は、父との約束を守るためだ。私の稼ぎに完全に依存しているくせによくもまあそんなことが言えたものだ。そして母は兄夫婦にも今回の喧嘩のことを話したのだろう。それを受けて兄夫婦がある日家にやってきてこう言った。お前、いい加減にしろよ。母さんの優しさでこの家に住まわせてもらってるくせに何母さんに反抗してんだよ。お前みたいなのはな、寄生虫って言うんだよ。もう
お前は出て行け。聞こえなかったの？これからは私たちが同居するんだから、出て行ってちょうだい。寄生虫。極つぶし。醜い顔で私を罵倒してくる兄夫婦と母。もういい。私だって聖人君子じゃないんだ。こんな奴らに優しくする必要なんてない。私を存在に扱ったことを後悔するがいい。そして私は兄夫婦と母を地獄に落とすことにしたのだった。わかったわ。私が出て行けばいいんでしょ。私がそう言うと、兄夫婦はニヤッと笑った。約束だからな。俺たちが次来た時に、お前がまだいたら容赦なく追い出すからな。やっとこの家に住めるのね。お母さん、これからよろしくお願いします。ええ、こちらこそよろしくね。マサトとユカさんと一緒に暮らせるのが楽しみだわ。そう言ってはしゃいでいる兄夫婦と母。私はそんな彼らを横目に自分の部屋に行き、すぐに引っ越し先となる新居を探し始めた。私自身、そんなに部屋の広さなどにはこだわっていない。そのため会社近くの賃貸マンションで、手頃な価格の家賃の部屋に決めた。オートロックだし、スーパーも近いし、ここなら安全だろう。そしてすぐに引っ越し業者を手配した。私が引っ越しの日程を母に伝えると、母はすぐに兄夫婦に連絡をしていた。それから約1週間後、私は引っ越しを完了させた。母は私と一緒にいるのも嫌だったようで、兄夫婦と数日間の旅行に行っていた。そして旅行から帰ってくるのに合わせて、兄夫婦も荷物を持って実家に引っ越しをしたようだ。案の定、すぐに母から電話がかかってきた。ちょっと。なんで家具や家電がないのよ。そりゃ、私のお金で買ったんだから、私が持っていくのは当たり前でしょ。ふざけないでちょうだい。私が買ったものばかりでしょ。家具や家電は、お母さんが私におねだりして買い替えてあげたものばかりよ。だから私が買ったものでしょ。まあ、っていうかお母さんが使ってるお金って、全部私が出してるものだけど。何言ってるのよ。私は自分のクレジットカードを使ってお金を出してるのよ。適当なこと言わないでちょうだい。どうやら母はそのカードが、私があげた家族カードということを忘れているようだ。本当に都合のいいことしか覚えていないのだな。まあ、それならそれでいい。私は適当に相槌を打って電話を切った。母は、最終的に新しいものをまた買うからもういい。と怒っていた。だが、もう母は何も買うことはできない。それは母がカードで使った際に、引き落とされる私の口座の残高をゼロにしたからだ。そしてそれから数日後、今度は兄から電話がかかってきた。おい。一体どういうことだよ。なんで母さんのクレジットカードが使えなくなってんだ。お前の仕業だろ。そうやって怒ってくる兄。意外と勘だけはいいようだ。私の仕業っていう言い方はおかしいけど、私は当たり前のことをしたまでよ。今までは私がお母さんの生活を支えていたけど、家を追い出されたんだからもうその必要はないでしょ。だから、お母さんが使ってるクレカの口座の残高をゼロにしたの。解約する前に無駄に使われないようにね。じゃあ、お前が本当に全部の金を出していたってことなのか。ええ、そうよ。お兄ちゃんとゆかさんが美味しそうに食べていたお寿司も焼肉も、ドヤ顔で身につけているブランドの服もバッグも、何もかもあなたたちが散々バカにしてきた私のお金で手に入れたものよ。そんな。俺たちは、今までお前にいい思いをさせられていたっていうのか。その通りよ。どんな気分かしら。顔を合わせるたびに罵って下に見ていた妹に、豊かな生活を送らせてもらっていたことに気づいた時の気分は。プライドの高いあなたたちなら、きっと屈辱的だと思うでしょうね。でもお兄ちゃんも働いてるんだから、それくらい余裕なんだよね。
私はあえて挑発する形でそう言った。兄は言葉を詰まらせていて、悔しそうなのが伝わってきた。クソ。なんでお前なんかに。スピーカーで電話を聞いていたのだろう。兄嫁が母を問い詰める声が聞こえてきた。お母さん、どうして教えてくれなかったんですか？っていうか、お母さんは全然お金を持ってないってことじゃないですか。母は責められておろおろしている様子だった。ごめんなさい。私はてっきり、お父さんの遺産がたくさんあるとばかり。確かに父は遺産を多少は残していたが、もともと浪費がひどい母のせいであまり資産を残せなかった。だからこそ、私にはなるべくたくさんの資産を持つようにした方がいいと、アドバイスをくれていたのだ。あとは自分たちで何とかしてちょうだい。私は言われた通りに出て行っただけだし、お兄ちゃんたちとお母さんとは完全に縁を切るから。それじゃあね。あ、おい、まだ話は。私はそう言って電話を切り、着信拒否にした。ちなみにその後、母や兄からメールで助けを求める内容のものが来るのだが、そこで新事実が判明した。なんと兄は母と一緒に暮らせば、ずっと遊んで暮らせると思っていたようで、仕事を辞めてしまっていたらしい。毎回あれだけ高級なものをおごってもらっていたら、相当な資産があると勘違いしてもおかしくない。現在は慌てて兄夫婦はバイトをしているらしく、そのお金でようやく家電を買うことができたそうだ。だが今までの贅沢な暮らしができず、兄夫婦と母は喧嘩が絶えないそうで、その度にどちらからも私と一緒に暮らしたいというメールが来るのだった。しかし、私はもう二人と縁を切っているので、メールはすべて無視をしている。今は一人暮らしをしててとても快適だし、もはや兄や母と関わる必要性すらない。父との約束だってもう十分果たしただろう。これからも私は仕事と投資を頑張り、資産を増やし続けようと思う。そして少しずつでいいから、恋愛や結婚の方にも目を向けていこうと思う。そして40分ほどで戻ってくると、まだ夫が同じ姿勢で土下座をしている。構わず玄関に入ろうとしたところで、レオが夫の周りをぐるぐると回ると、すぐ隣で大量の茶色い物体を排出した。そして後ろ足でシャッシャと砂をかけるのだが、その砂がすべて夫に飛び散っている。やめろ。このバカ犬が。夫が大きな声を出すとレオが負けじとうなり、大きな声で吠えた。レオ、もういいよ。ありがとう。あなたは本当にお利口さん。私はのぞみ、夫のマサトとは新婚ほやほやだ。夫は私よりも6歳年下で、私は40を超えた初婚である。というのも、これまで父親の会社で仕事に精を出し、仕事中心の生活を送っていたから、結婚とは無縁だったのだ。夫との出会いは、夫が父親の会社に転職してきたことから始まる。父親の会社は社員が50名ほどで、私は勤続20年。数年前に副社長となり、父親をはじめ、社員たちとこの会社を守り続けている。夫は営業職として採用され、いろんな案件を取ってきてくれる頼もしい存在だった。しかしあくまで、彼は一社員で、この人が後に私の夫になるとは想像もしていなかった。彼はとにかく人懐っこい人だ。私が副社長であっても、臆することなく話しかけてくる。副社長の隣、いいですか？数ヶ月に1回の飲み会でのことだ。どうぞ。俺、副社長と腹を割って話してみたかったんすよ。あら、そうなの？仕事の相談かしら。ええ。せっかくの飲み会なんだし、プライベートの話聞かせてくださいよ。プライベート。そうね。副社長は休みの日って何してるんですか？休みの日、新聞を読んでいることが多いかしら。あとは犬と遊ぶことかしらね。たまに図書館にも行くわね。ええ。
なんでですか？読み物が好きなんですか？好きというよりも、経済新聞は常にチェックしておかないとね。地方新聞もチェックしてるわ。それって、会社のためですか？ええ、そうよ。私たちのような地方企業は常に情勢を追わないとね。職業柄いろんな方とお会いするから、常に知識を頭に叩き込まないとならないからね。マジっすか？俺、副社長尊敬します。そんな、会社を運営する上で必要なことをしているだけよ。なるほど。でも、図書館には何しに行ってるんですか？図書館には近代室の本があるから、それらを読みにね。主に文献なんかをね。近代室って何ですか？貸し出し不可ってことよ。へえ、興味あるな。今度、俺も行ってみます。そんな彼を若干煙たいと思いながらも、こうやって営業でも人の懐に入っていくのか、と思う程度だった。そして、久しぶりに図書館へ行き、文献を読み漁っていると後ろから声をかけられた。副社長。あら、あなた、本当に来たの？はい。興味あったんで。でも、副社長、本当にたまにしか来ないんですね。え、俺、あれから副社長が休みのたびにここに来てたんですけど、全然いないから。たまにって言ったじゃない。まあそうですね。でも今日会えてよかったです。何時までいるんですか？そうね、決めてないけれど。わかりました。じゃあ、また後で。後で、また話しかけてくるということか。これまで一社員と休日に会うことなどなかったから、私は戸惑ってしまった。それでも今日、調べようと思っていたことをすべて調べていると、あっという間に閉館時間を迎えた。お疲れ様です。図書館を出たところで彼に話しかけられた。あら、あなたまだいたの？はい。副社長のこと待ってました。待つ必要なんてないわよ。あなたの休日が無駄になってしまったのではないかしら。いえ、全然。これから副社長と一緒にご飯食べに行ければ僕の時間は全然無駄じゃないですよ。あなたは、まったく、いいわよ。何が食べたいの？やった。俺、焼肉が食べたいです。若いわね。いいわよ。行きましょう。俺のおすすめの店でもいいですか？ええ、構わないわよ。彼のおすすめの焼肉店は、ファミリー向けの比較的安価な焼肉屋だった。今日は俺のおごりなんで、すみません。こんなところしか案内できなくて。何を言ってるのよ。いいじゃない。素敵なお店よ。それはともかく、一社員からご馳走になるわけにはいかないわ。私がお金を出すから、好きに食べなさい。やっぱり俺は、一社員ですか？え、俺、のぞみさんのことが入社当時から好きなんです。ええ、ちょっと待ちなさい。ダメよ。そんなことは。どうしてですか？俺が年下だからですか？いえ、そういうことではないのよ。私は副社長で、あなたは社員よ。そんなこと許されないわ。私は突然のことに動揺してしまい、焼肉の味も覚えていない。結局その時は、ただただ断り続けたのだが、その後も彼は懸命に私へ自分の気持ちを伝えた。それにほだされた結果、現在に至るというわけだ。私の母親は3年前に他界していたから、交際の報告も結婚の報告もできなかったが、父親に報告すると、もろ手を挙げて喜んでくれた。男っ気のなかった娘の色恋話が嬉しかったようだ。これで将来は安泰だななんて言いながら、晩酌を楽しんでいた。そして現在は父親と私たち夫婦、犬のレオと3人プラス1匹で同居生活を送っている。しかし、結婚後、夫の営業成績が下がり始めたのだ。
これまでノルマを達成できなかったことはないのだが、結婚3ヶ月目を迎えた頃からノルマ未達成が続いている。夫にこのことを尋ねても、家で会社の話はしないでくれと言われてしまう。それもそうだと思い、会社で捕まえようとすれば、外回りをしていて捕まらない。相変わらず外回りはよくしているようだったが、それに結果が伴わないのだ。営業部長からの報告では彼の行動に特に変わったことはなく、日報を確認しても、きちんと営業先を回っているとのことだった。しかし夫は営業成績が落ちていることを気にしているのか、残業をするようになり帰宅が遅くなることが増えた。ねえ、あなた、最近残業が増えてるわよね。私は帰宅後の夫を捕まえ話しかけた。うん、そうだね。頑張ってくれるのは嬉しいのだけれど、このままだと月の残業が80時間を超えるでしょう。それが。そうなると36協定届を提出しなくちゃならなくなるの。私たちの会社は今までそれを出したことがないのよ。社員の仕事環境を整えるのも私たちの仕事だから。へえ、知らなかった。だからこれ以上の残業はやめてちょうだいね。でも、俺、ノルマ未達成だから。ノルマって言ってもそんな厳密なものじゃないでしょ。ノルマを達成できない月が続いているけれど、それだったらノルマを見直したらどうかしら。そんなことできるわけないだろ。どうして？俺はお前の夫だぞ。だから。そんな恥ずかしい真似できないよ。そんなこと関係ないわ。あなたが長時間働くことで社の空気が乱れるの。きちんと時間内に仕事を終わらせてちょうだい。月の残業はしたとしても20時間までよ。それこそ周りの社員たちからしたら納得できないでしょ。ああ、副社長と結婚したから規定守らなくてもいいんだって思われてしまうかもしれないわよ。わかったよ。そして翌日から夫は定時で退勤するようになった。しかし帰宅は相変わらず遅かった。夫は会社に隠れて仕事をしているのではないかと思う。いくら残業をしなくなったとはいえ、これでは体が壊れてしまう。私はとても気を揉んだ。そして、悪いことは重なるものなのか。父親が出先で倒れ病院に搬送されたと知らせを受けたのだ。会社を社員に任せ、急いで病院へ駆けつけたが、死に目に会うことはできなかった。私は悲しみのどん底だった。夫にも連絡を入れたが、彼は最後まで病院を訪れることはなかった。ちょうど客先だと言っていたが、仕事を優先することはきっと父親も望んだことだろう。しかし、帰宅した夫が私にかけた言葉は信じられないものだった。これからは俺とのぞみで会社を支えていこうね。ありがとう。早速だけど、俺が社長で、のぞみは副社長のままでいいよね。は。父親が亡くなった直後に何を言い出すのか、頭がついていかなかった。やっぱり、会社は男が継ぐものでしょ。やめて。え、何が？お父さんが亡くなったばかりなのよ。葬儀だってまだなのよ。そんな話を今するのはやめてちょうだい。だって、大事なことでしょ。社長がいきなりいなくなっちゃって、会社が傾いたらどうするの？そんな急に傾くわけないじゃない。何のために私が父親から経営を学んでたと思ってるのよ。父だってもう年だったんだから、そんな話生前から私にしてるわよ。そっか。じゃあ、話は早いね。これからは俺が社長で、のぞみが俺を支えてね。そういう話は後にして。私は夫の話を遮り、通夜と葬儀の手配を行った。そして通夜が終わり、翌日に葬儀を控えていたのだが、夫はあからさまに不機嫌だ。私は相手にするのも嫌で、レオを撫で悲しみを共有していた。
きっとレオは父親が亡くなったことなんてわからないだろうな。それでもどこか異変を感じているのか、泣き晴らした顔をした私を首をかしげながら見つめている。いつもだったら遊ぼうとボールを持ってくるが、今日はじっと私の隣でお座りをしている。そんな姿にまた涙が溢れてしまうのだ。ねえ、ツヤのあれ、何？何が？みんな、なんで、のぞみにばっか声かけるの？俺、次期社長だよ。またその話。やめてって言ったよね。だって、気に入らないじゃん。私の父親のツヤなんだから、みんなが私に話しかけても不思議じゃないでしょ。はあ、つまんないな。レオ、散歩に行くか？レオは夫の問いかけに無反応だ。ほんと、可愛げのない犬だよな。俺のこと完全無視だもんな。なあ、社長もいなくなったことだし、もうレオ、いらなくない？何言ってんの？レオは家族よ。いや、ただの可愛くない犬じゃん。これは次期社長命令だ。なんちゃって。私は夫にうんざりし、そのままレオを連れて自室へ入った。そして翌朝、目を覚ますと夫の姿がない。タバコでも買いに行ったのかとしばらく待ったが帰ってこない。業を煮やして、夫に連絡するもつながらない。私はイライラしながら葬儀場へ向かった。すると葬儀が始まる3分前に私のスマホが鳴った。私は無言で電話を取る。もしもしのぞみ。あなた、今どこにいるの？ああ、ちょっとね。もう、父の葬儀が始まるわ。うん、知ってる。俺、時間の無駄だし欠席するわ。私は深呼吸をした。そう。あなた、後悔するわよ。いや、しないよ。だってみんなのぞみのことばかりで、俺のことないがしろにするから行く意味ないし。じゃあね。夫はそのまま電話を切った。ありえない。怒りがこみ上げてくる。まあ、いい。これで夫の気持ちははっきりしたのだから、あとは粛々となすべきことをするだけだ。翌日、レオの散歩へ行くために玄関を開けると、夫が地面に頭をこすりつけて土下座をしている。私は夫を無視したまま彼をまたぎ、外に出ると、レオは夫が邪魔で出れずにうろうろしていたが、勢いをつけて夫の背中を蹴り飛ばして外へ出た。うっと夫の声が聞こえたが、夫は頭を上げずにじっとしている。おそらくとある人物から連絡が行ったのだろう。私は構わずレオを連れ、散歩に出た。そして40分ほどで戻ってくると、まだ夫が同じ姿勢で土下座をしている。構わず玄関に入ろうとしたところでレオが夫の周りをぐるぐると回ると、すぐ隣で大量の茶色い物体を排出した。そして後ろ足でシャッシャと砂をかけるのだが、その砂がすべて夫に飛び散っている。やめろ。このバカ犬が。夫が大きな声を出すと、レオが負けじとうなり、大きな声で吠えた。レオ、もういいよ。ありがとう。あなたは本当にお利口さん。最初からこの人にだけは懐かなかったものね。あなたはこの人が私の敵だということが分かってたのね。いつもはこんなところで出さないもんね。私は思いっきりレオをめでた。のぞみ。ごめん。考え直して。ああ、やっぱり連絡が行ったのね。私は葬儀後、社員たちと会社へ戻り、彼らの不安を払拭するため、今後の方針を打ち出した。私が社長になり、副社長にはこれまで人事を担当してくれていた部長に就任してもらうことを告げ、会社は問題なく続けていけることを伝えたのだ。これは生前から父親が望んでいた形で、前々から人事部長にも話はしてあった。しかし夫は、自分が社長になれるとばかり思っていたものだから、この連絡を受け飛んで帰ってきたといったところだろう。私はあなたを社長にするなんて一言も言っていないわ。
花からそのつもりもないわよ。だって、俺は望みの夫でしょ。ええ、そうね。夫であっても会社を任せることはできないわ。すると夫は大きなため息をつき、立ち上がった。そしてさっきの態度とは打って変わって悪態をつき始めた。ああ、そっか。じゃあ俺の労力返してよ。社長になるためにお前に近づいたのに意味ないじゃん。夫は私がショックを受けるとでも思っているのか、ニヤニヤしながら言った。じゃあ、もういいや、離婚で。あ、でもちゃんと社長の遺産は半分渡せよ。これでも俺ら夫婦だったんだから。そうね、離婚しましょう。私は家にレオを入れ、離婚届を引き出しから出すと、玄関にいる夫へ渡した。随分と用意がいいんだね。そうね、考えていたことだからね。俺の作戦バレてた。先に書いてちょうだい。夫が離婚届を書き終えると、私はそれに漏れがないか確認した。大丈夫そうね。それじゃ、後日また細かいことは打ち合わせをしましょう。会社の会議室でいいかしら。お前が恥ずかしくないならどうぞ。あなた、私たちはもう他人になるのだから、これからはきちんと社長と呼んでくださいね。はいはい、社長ね。ああ、相続楽しみだな。夫はニヤニヤしながら去っていった。そして私は離婚届を提出し、夫との離婚は完了した。翌日、会議室で待っていると元夫がやってきた。しかし会議室に入るなり顔が青くなっている。ゆかちゃん、なんで？私が何も知らないとでも思っていたのかしら。あなたたち、随分と親しくしているようね。私の隣には元夫の浮気相手が下を向いて座っている。私が元夫の浮気を知ったのは、今後の体制を社員に伝達し終えた時のことだ。数人の営業職の社員に呼び止められ、この事実を知らされた。丁寧に証拠まで持参してくれていたのだ。元夫が私に近づいたのは社長になりたかったからで、結婚後、営業成績が落ちたのは、もう私と結婚したことで将来は安泰だと踏んだから。そして残業を申請していた時間に彼女との常時を楽しんでいたというわけだ。会社からお金をもらっていながら、元夫は浮気をしていた。これはもう解雇処分案件だ。あなた、うかつすぎるわよ。こんな写真まで撮られて。うちにはあなた以外にも外回りをする社員がいるのだから。いつどこで目撃されるのかわからないのよ。しかも新人営業の子に手を出すなんて、あるまじき行為ね。私は双方に慰謝料を請求します。また、あなた方は会社に不必要な給与を請求するという詐欺行為を働きましたね。よって、あなたたちを本日付で懲戒免職とします。ちょっと待って。慰謝料は社長の遺産から出すよ。あなたね、どこまで無知なの？ほんと、呆れるわ。あなたに遺産相続する権利はないの？父の遺産を相続する権利があるのは、実子である私のみよ。話は以上です。二人ともお疲れ様でした。今日中に荷物をまとめてくださいね。ちょっと。私は二人を置いて会議室を出た。そして2週間後、二人から慰謝料の振り込みが完了した。あれから1ヶ月、社内は落ち着きを取り戻している。元夫は何度か我が家へ突撃してきたが、その度にレオにものすごい勢いで吠えられ退散している。あの二人がどうなったかはわからないが、もうこの辺で同業種では働けないだろう。今はレオだけが私の大切な家族だ。私はとんでもない男に引っかかってしまったが、いい出会いがあればまた恋愛から始めたいと思っている。でも、その時はまずレオに会わせようかな。レオが懐かない人には何かがあるのかもしれない。私はこれからも前進あるのみで、会社を守り、自分の人生を謳歌するのだ。
ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。